歴史を間違えた決断後戦の本当の姿をあなたはどれだけ知っていますか。驚くことに、あの大国が自ら崩壊の引き金を引いていました。1956年、ソビエト連邦の指導者フルシチョフは、西側を経済で追い越す、と宣言しました。その実現のため、農業改革を急速に推し進めます。しかし科学的な検証もなく、広大な乾燥地帯を一気に農地へ転換しました。結果は壊滅的でした。土地は痩せ果て、砂嵐が広がり、収穫量は激減。数百万人が食料不足に苦しむことになります。豊かさへの近道を選んだはずが、逆に国民を窮地へ追い込んだのです。焦りから来る決断が、どれほど恐ろしい結果を生むか、これは、その典型でした。実は、医学の常識が多くの命を奪っていた時代がありました。19世紀半ば、外科医たちは手術前に手を洗いませんでした。医師の手が汚いはずがない、という思い込みが広がっていたのです。当時のある病院では、出産後の死亡率が 10% を超えていました。ハンガリーの医師イグナーツ・ゼンメルワイスは気づきます。手を洗えば死者が減る。と、彼は実際に手洗いを導入し、死亡率を劇的に下げることに成功しました。しかし医学界は彼を嘲笑し、主張を受け入れませんでした。彼は精神的に追い詰められ、47歳で亡くなります。その数年後、ルイ・パスツールらが細菌の存在を証明し、ゼンメルワイスの正しさが証明されました。正しい答えを持っていても、時代に受け入れられないと命は救えない。この決断の失敗は、何万人もの死者を出しました。驚くことに、世界を変えた大発見が、一度は完全に無視されました。1912年、ドイツの気象学者アルフレート・ウェゲナーは、大陸は動いている、と発表しました。南アメリカとアフリカの海岸線がぴったり合うことに気づき、かつて一つの大陸だったと主張したのです。この説は、現在の大陸移動説の原型です。しかし当時の学者たちは猛反発しました。大陸が動くなんてありえない。と、彼の論文は笑い者にされ、30年以上も無視され続けます。ウェゲナーは1930年、グリーンランドの調査中に命を落としました。その後、1950年代に海底調査技術が進み、大陸が実際に動いていることが証明されます。彼が正しかったのです。科学の世界でさえ、常識という壁が真実を30年間も封じ込めました。受け入れない側の決断が、歴史の進歩を大きく遅らせたのです。実は、あの帝国は自ら最強の敵を生み出していました。20世紀初頭、インドを支配していたイギリスは、ある政策を取りました。それは、ベンガル分割令。インドの大きな州を宗教ごとに分断し、まとまりを弱めようとしたのです。しかしこの決断は逆効果でした。インドの人々は宗教の違いを超えて団結し、独立運動が一気に加速します。1905年から始まった国産品愛用運動は、イギリスへの強烈な抵抗となりました。分断しようとした政策が、むしろ一体感を生んだのです。イギリスは1911年に分割令を撤回せざるを得なくなります。支配を強めようとした決断が、自ら帝国の終わりを早めました。支配する側が最も恐れるものを、自ら呼び込んでしまった。歴史の皮肉はいつも鮮やかです。そして歴史上、最も多くの命を飲み込んだ、間違えた決断がこれです。1918年、スペイン風邪が世界を席巻している最中、多くの国が戦意を守るためという理由で感染拡大の情報を隠しました。第一次世界大戦の最中であり、国民を不安にさせることを恐れたのです。感染者数は公表されず、人々は危険を知らないまま集会を続けました。結果として感染は爆発的に広がります。
最終的な死者数は世界全体で推定5000万人から1億人とも言われています。第一次世界大戦そのものの死者数をはるかに超えました。情報を隠すという決断が戦争よりも多くの命を奪ったのです。当時の指導者たちはパニックを防ぐためと信じていたでしょう。しかし人々が本当に必要としていたのは正確な情報でした。100年以上前のこの失敗は現代の私たちにも深く問いかけています。歴史の決断は遠い昔の話ではありません。同じ構造の過ちは形を変えて今も繰り返されています。私たちは過去の扉から何を学ぶのか、それが問われているのです。今回の動画はいかがでしたか？面白いと感じていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が次の動画を作る大きな力になります。また次の動画でお会いしましょう。